さよなら。さよなら。今までありがとう。いっぱい楽しいところに連れて行ってくれたね。元気でね。こんにちは、UKI バンライフです。この動画はできるだけ簡単な DIY とさまざまな道具や画期的アイテムを使い、車中泊の快適化を楽しんでいく動画です。すべての答えは YouTube にあるをテーマに YouTube から学び、バンライフの楽しさを追求していきます。さて、今回のお題はなんと UKI バンライフ、この度ハイエーススーパーロングを売却いたしました。急なご報告になってしまいすみません。ということで、今回はハイエーススーパーロングキャンパー特装車バンコンキャンピングカー売却までの経緯、複数の見積もりを取り、たくさんの業者と話し、あれこれ感じたことや気づいたこと、売却決定までのいきさつと気をつけることなど、実際キャンピングカーって高く売れるのでしょうか。コツやアイデアなども含めまとめてご紹介いたします。ハイエースキャンピングカーを売る理由。なんであんなに楽しく乗ってたハイエースを売っちゃうんですか？第一は走行距離かな。購入時1万キロだったけど、現在7万キロを超えてきて、10万キロ超えると中古価格も下がってしまうのではと心配になったんです。何年乗ったんですか？5年乗りました。コロナ前に購入したので、かなり安く購入できたと思っています。何か欠陥や故障とかあったんですか？いやいや、全然故障もないし、まして欠陥なんて何にもないです。本当にハイエースは良い車です。他にも理由はあるんですか？他には、売却すると思った時にハイエースのキャンピングカーは高く売れるのか、このキャンピングカーブームで高く売れるのかって興味が湧いてきたんですよ。そうなんですね。富士カーズジャパンディパーチャーの良いところ、気になるところ。ここで UKI バンライフが乗ってきたバンコンキャンピングカーの良かったところと、売却に至るきっかけになったかもしれない気になったところをご紹介。富士カーズジャパン社製フォックスディパーチャー、全長5メートル38センチ、全幅1メートル90センチ、全高2メートル29センチ、乗車7名、就寝定員大人5名、燃料ガソリン、排気 2700cc、 2区オートマ。良かったところ、基本ハイエースなのでどこにでも行ける運転のしやすさ、加速やパワー、堅固な作りと安心感がある。一人旅には最高の1台だと思う。4から5人家族の大人数でも楽しめるバンコン。車内が2部屋に分かれ、ワンルームのような使い方ができる。見た目がかっこいい。ディパーチャーで気になったところ、長さが5メートル以上、コインパーキングや狭い駐車場に停めるとき、ちょっとはみ出て迷惑になってしまうのではないかと気を使った。長期旅で2人から3人だとちょっときついかも。車内は広いがプライベート感がないため、連続宿泊時にきつくなってきた。ガソリン車でリッター 7.4 だったので何気に維持費がかかる。個室マルチルームがない。購入時は必要ないと思っていたトイレなど、実際乗ってみて必要と感じた。現在トイレは至る所にあるが、必要なところに必ずあるとは限らない。また使えるトイレでも虫がいたり、時にはカエルだらけだったりと、トラウマ級のトイレが多数あるのも事実。特に女性と一緒だとかなり利用場所が限定される。さすがに数人いる中、車内でカーテン1枚の仕切りでトイレはできない。
ここが一番気になってきたところでした。藤川津さん、良い思い出がたくさんできました。ありがとうございました。中古車屋さんとのやり取り、売却までの道。見積もりはハイエース購入店にお願いしたんですか？ YouTube 動画にしようと思ってできるだけたくさんの会社に見積もりを聞いてみました。それと過去にバイクを売却したのですが、数社で見積もり金額が全然違ったんです。その経験から複数社に見積もりをお願いするのが必要だと思いました。購入店の藤川津さんと個人中古車店3社、その他一括査定会社を通じて5社の計9社に見積もりをお願いしました。すべてキャンピングカー専門店です。査定ってどんな感じなんですか？現在はホームページや電話とか LINE を使い見積もり依頼をするのが主流みたいです。写真や車検証を送ったり、事故歴はないかなど質問に答えていくだけです。基本返信は数分から数時間で返ってきました。とにかく車を見せてくれと業務的な会社、細かく話を聞いてくれる会社と対応は様々でした。ただ電話のやり取りだけでパッと金額を決めた個人中古車店1社は査定額が低かったです。購入時金額の 47% くらいなしでした。大変でしたね。私なら低い金額聞いちゃうとくじけそうです。そうですよね。そんな金額なんだって悲しくなりました。車自体に傷や故障箇所等はあったのですか？車自体は綺麗で良い点数だと言われましたし、故障もなかったです。ただここは正直にお話ししたのですが、数年前に3台の玉突き事故の一番最後になったことがあり、全部の査定会社に事故車扱いになると言われました。これだけで20万円から30万円は金額が落ちると言われました。購入店はどうでしたか？一番最初にバンコン購入店の藤川津さんに車を持って行き査定をお願いしました。1時間くらいしっかり見てもらい、購入時価格の約 68% くらいを提示してもらいました。この査定、一番最初が思ったより良かったので、以降の交渉が楽になりました。一括査定サイトはどんな感じでした？ホームページを使い写真と情報を送り査定してもらいました。1日半くらいでメールにて査定結果が出るのですが、あまり良くなく、購入時価格の 50% でした。即終了しました。車確認査定の2社はどんな感じでした？ A 社はかなりぐいぐい車が見たいと言われ、ちょっと引いたが査定に来てくれた方は良い方でした。中古車の査定の仕方、点数の付け方など細かく素人の自分に教えてくださり、納得はできましたし、頑張ってくれたのもわかるのですが、希望金額には届きませんでした。購入時価格の 63% くらいでした。ですが最後の B 社、こちらは最初から LINE のやり取りでかなり親身にお話ししていただき、好印象でした。実際査定もしっかり見てもらい、一番高い金額を提示してくださりました。購入時金額の 70% くらいです。即承諾、売却の流れになりました。すべての査定が終わった後の感想は？思った通り査定金額は本当に開きがありましたね。びっくりするくらいです。安くたくさん査定額を出して数打てば当たる的な業者もいれば、 B 社は乗ってきたオーナーさんの気持ちや改造歴、手をかけた時間を大事にしますとおっしゃっていました。査定額は車の評価点で決められるのでしょうが、この気持ちを大事にしてくれる会社もあるんだなと思いました。結果満足な金額で売却できましたよ。今回の査定で気をつけたことや気づいたコツみたいなことってありますか？あくまでも自分の経験と素人目線での提案になります。車種、年代、ケースによっても変わってくるでしょうし、今回素人売却の一例としてお話しします。まず
諦めないでできるだけたくさんの業者に査定依頼を出した方が良いと思いました。金額幅が大きいので何を言われても現状で一番高い金額を基準にした方が良いと思います。皆さん他の業者の金額を聞いてきますが、自分は一番高い金額しか伝えなかったです。最低額など伝えると平均金額に近くなってしまうと思ったため、あえてその業者の提示金額を出していただきました。自分の場合は購入金額も伝えませんでした。故障箇所や傷、事故歴は嘘をつかない方が良いです。向こうはプロです。必ずバレます。言いづらいことでも正直に伝えましょう。無駄だと分かっていても改造歴や車のアピールポイントを必ず伝えましょう。興味を持ってくれる方は必ずいますし、良い情報を伝えないのは損すると思います。現に B 社は評価してくれ、再三度外視、装備が面白いと言ってくれました。あと普通車の中古価格は1年経過すると購入価格の約 30%、 3年経過で約 45%、 5年経過で約 60% も下落すると言われているみたいです。ネットで調べるとすぐに出てきますので、このような情報やある程度の相場を把握しておくことも大切だと思います。なるほど、いろいろあるのですね。最終的な結果、良いお取引ができてよかったですね。はい、一番は面倒くさがらないことではないでしょうか。キャンピングカーの場合、査定価格が100万円くらい、業者さんによっては変わることがあるらしいので、かなり大きいですよね。以上、中古屋さんとのやり取り、売却までの道でした。というわけで UKI バンライフキャンピングカーのディパちゃんを売ってしまいました。これから動画はどうするのかって心配いりませんよ。次回より超大型企画を作成中です。ご期待ください。皆様のおかげで登録者数1000人を突破いたしました。本当にありがとうございます。次は3000人目指して頑張っております。チャンネル登録、ベルマークの通知、いいねボタンを押していただけたら幸いです。お気軽にコメントなどもいただけたら嬉しいな。それでは次回も絶対に見てくれよな。他社